はい、始まりました。今回は大人気シリーズゴルガリ編ということで、はい、結構人気だと思いますんでそれはゴルガリがですか？両方両方ゴルガリ結構普通ぐらいなんですよね、人気が。多分中間ぐらいの価格からすると、そうゴルガリのね価格からするとね、バイユはだいたい中間かちょっと上ぐらいかぐらいのところでしょ、多分。10枚選んできましたんで、まずこれからゴルガリの逃走者を始めようと思っている人におすすめのカード10選になります。まず高いカードを紹介させていただくんですが、ヨークモスの石とか、そうですね、はい、僕最近手に入れたんですけど、なるほどはい、あとは、手に入らないかもしれませんがバザー・オブ・バグダッドそうですね、ゴルガリはもうほぼ墓地なんで、墓地を肥やす一番最強のカードは、はいめっちゃ高いっていう、ねはい、あと例えば何でしたっけ、チェイン・オブ・メフィスト・フェレスっていうカードがあるらしいですという、ありますがみたいな話ですよねあと大腸知識もたまに使うみたいな、そうですね、なので高いカードはあるみたいなんですが、はい、それ以外で10枚選んできましたんで、あとコンボ、ゴルガリのコンボあります。一応紹介していただくと、まずユザーブルームの修学者とはい、フナサ一応2枚コンボですが、これ決まんなかったら最悪だっていう。そうですね、これ大体決まんないですね。決まんなくてうげってなるから気をつけてくださいっていう。自分のハンドが剥げ上がっても大丈夫な場面で打ってください超危険なコンボと、はい、あとハルクですかね。そうですね、ハルクをサクって無限級をするみたいな、大体そんなコンボでやっていくみたいなんで、はい、あとこれ以外で10枚お安いカードを、はい、選んできましたんで、はい、ティームさんにこれからその10枚ご説明していただくという、1枚目からいきましょうか。はい、1枚目からですね。はい、1枚目、記念すべき1枚目ですが、あとシギレイのシャーマン、はい、ゴルガリって書いてありますはいでございますはい、はい、こいつはいろんな能力を持っていますので、めっちゃ持ってますね。はい、説明するのみたいな話なんですけど、一応しますか。1マナ1、2、はい、で墓地に土地があれば、はい、それを追放して、はい、マナを出せるモードと、なるほど、黒1マナで墓地に呪文があれば、はい、2点飛ばすというモードと、はい、墓地にクリーチャーがあれば、はい、2点回復すると、なるほど、はい、いうモードがございます。実はパイオニアリーガルだっていうね。でも使われてないんでしょ。使われてないですね。はい。ペチが切れないから小話としてと言っとくと、はいはい、一番上の能力、はい、これはマナー能力ではありません。マナー能力じゃないんですね。はい。なので解決より先に、はい、その対象になった、なるほどなるほど、スタックに乗ると土地がなくなるとですね、はい、マナーが出ないんですね。なるほど、気づく可能性あるマナー能力みたいな能力だと。はい。はい、そこだけちょっと運用は気をつけていただいて。はい、こいつは一応ゴルガリで紹介させていただいたということで、はい、そうですね。1枚目のカードになりますかね。はい。で、2枚目のカードいきます。はい。2枚目です。ゴルガリという色の役割なんですけど、はい、さっきもちらっと申し上げたんですが、はい、ほぼ墓地利用。なるほど、はい。もうほぼ100墓地利用です。はい。クリーチャーを墓地に送っていくと。はい、送っていく。はい。いうところが重要になります。はい。もちろん黒の方の役割になってくるんですが、はい、サーチはもちろん強いと。潤沢ですね。緑のサーチも、黒のサーチも存分に使えますから。使えますからね。はい。で、その中で選んだ1枚ということになります。悪魔の糸。悪魔の糸。はい。これは前は高かったんですが、再録されて。再録されてだいぶ安くなりましたので。最近再録祭りで。そうですね。だいぶカード安いですよね。そうですね。これは2マナのソーサリーで、はい。呪文を唱えるための追加コストとしてクリーチャー1体生贄を捧げなければならないと。で、効果としては万能サーチ。なるほど。ということになります。さくれて万能サーチだと。そうですね。だからこのさくるというのもアドなんで。確かにアドだと。アドなんで。墓地に送れると。そうですね。はい。その上で万能サーチだから。やばいな、強いの。悪いことは一つもないと。なるほど。いうことになります。だからゴールガルのカードだと。そうですね。はい。はい。次いきます。はい。で、サーチが強力だっていう話の続きになってくるんですが、はい、こいつも同じ要領になるんですが、はい、重装のシャーマン。なるほどなるほど。はい。緑ですが、はい、はい、緑ですが、はい、こいつはですね2マナのクリーチャー、はい、で緑1マナタップで、はい、クリーチャーカード1枚捨てて、はい、ライブラリーからクリーチャーカード1枚探して、はい、手札に加えて、はい、シャクルだと。適者生存ですよね。適者生存が召喚用に持ってる上にターンに1回しか起動できないと。
いうことにはなってくるんですが、ただ安いんですよね、このカード。このカード安いんですよ。このカード安い。はい。で、同じ容量で、墓地肥やしつつ、なるほど。目当てのカードを引っ張ってこれるということで、これはゴルガリのカードです。間違いありません。なるほど、なるほど。はい。で、次いきます。はい。これまたサーチのカードなんですけれども、悪魔の食行。はい。これは発売した当時はですね、出産の殻とタルモゴイフが合体したとやばいですね言われてたんですが、はい、ちょっと鳴かず飛ばずだったんですけどはい、一応こいつの能力はあなたの墓地にあるクリーチャーカード1枚につきプラ1プラ1修正を受けると、だからサイズは大きくなり得ますよということですね。今の11ですよね。そうですね。で大きくなりそうだと。で緑か黒 X でクリーチャー1体を生贄に捧げて、でライブラリーから点数で見たマナコストが X 以下のクリーチャーカード1枚を場に出せるよと。なるほどなるほど。出産からだと。そうですね。なんか能力だけ見たら強そうなんだけどね。まあ結構たまに C の卓でも使ってる、僕はアトラクサで紹介しましたけど、統率者だと普通に強いのよ。強いですよね。そうなのよ。結構普通になんかオラクル出てくるみたいなで寿司に逃げてるみたいなよくあることですね。はい、そういう形で、好きなクリーチャーを場に出してください。なるほどなるほど。ということになります。はい、次いきます。もう一つ見どころのところで、効果として強いものって、除去。除去は強いですよね。除去は強い色という形になります。その中でも万能除去。万能除去の枚数がですね、一応多いんですよ。なるほどなるほど。何でもいけるところなんですよね。そうですね。でその中で選んだ1枚ということになります。ラリコッパイ。ラリコッパイ、みんな知ってるかな。知ってますよね。結構有名ですよね。結構有名なんだろうね。この語感がいいっていう。確かに。そう。ラリコッパイって何語なんですかね。もう役をつけた人はなかなかいいですねっていうね。そもそもラリコッパイって呼ばれてるのかもしれないですよ、向こうでも。そんなことないだろう。でこれの効果ですけど、2マナのインスタントで、アーチャクターやエンチャントのうち1つを対象としてそれを追放すると。で、キッカー黒と特定1ついてて、キッカーされているなら土地でないパーマネント1つを対象としてそれを追放するというカードになっています。2マナでもそもそもアーチャクとかエンチャントなら追放できるし、追放っていうのは偉いですよね。そうですね。で4マナなら土地以外は追放できるということで、非常に使いやすいカードということになります。かなり安いですよね。そうですね。で次です。大量破壊系のカードということになってくるんですが、選別の儀式、これはゴルガリと2マナで、ソーサリー、でマナ総量が2以下で土地でない全てのパーマネントを破壊して、これにより破壊されたパーマネント1個につき黒か緑を加えるという呪文です。これ自分も巻き込まれてしまうじゃないか巻き込まれちゃいますね。いうことはもちろんあるんですけれども、めちゃくちゃマナ出ますよね。そうなんですよ。これ複数対戦相手がいるゲームだとめちゃくちゃマナ出るんで結局そのターンに取り返せるとなるほどいうことになります。でこれはマナ総量が2以下で土地でない全てなんで、マナファクトベースのデッキでもマナクリベースのデッキでも全部効くと。全部効きます。自分も効きますで相手の方が展開が進んでる場合ね、なるほどね。後手な展開になってしまった場合にガサッと流してその上で自分はマナがもりっと出て展開し直せるということでまくれるカードということになりますね。次いきます。次もですね、置物の破壊のモードがついているというところでご紹介させていただくんですが、グリスタ・サンスレイヤー最強生物こいつは3マナの先制接種ついてると。やばいの、もう倒されないですよちょっとコンバットで打ち取るのはかなり困難な生物なんですが、プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび効果3つの中から1つを選べますよというので、1つはカード1枚引いて1点のライフを失うと。一番悪いモードですこれ。それ以外はエンチャント1つを対象としてそれを破壊する。なるほど、エンチャントいいですね。これはポイントがありまして、ダメージ通ったところのエンチャントを破壊するわけですね。なるほど、それポイントですね。高いですね。なるほど。通ったらエンチャント1個対象として壊せるなんで、全然関係ないところのエンチャント壊せる。なるほど。もう一つはパーマネント1つを対象としてそれの上からカウンター最大3個を取り除くという、あんまり使わないもの。ないですね。プレイントーカーをコントロールしてることもないですからね。そうですね。ただ稀に使えるかもしれないという生物です。
はい、これいいですね。はい、次いきます。はい、墓地利用する。はい。っていう、まあ、基本的なコンセプトの関係上ですね、作離台、はい、まあ、ふんだんに採用するという形に、まあ、大体のデッキでなります。なりますね。はい、なるほど。そうですね。その中で選んだ1枚です。はい。はい。スランの石、ヨーグモス。お最近お安くなったから入ってくると。そうですね。これ昔はめちゃくちゃしたんで、ちょっとこんなところで紹介できないんですけど、今はお安いので、ご紹介させていただきますと。はい。これは4マナです。はい。で、プロテクション人間でたまに役に立ちますよね。たまに効果があるものがたまに嘘でしょ、プロテクション人間みたいな時ありますよね。ついてまして、はい、でこいつの効果は1点ライフを支払って他のクリーチャー1体を生贄に捧げることによって、はい、クリーチャー最大1体を対象としてそれの上にマイナス1マイナス1カウンターを1個置いてカードを1枚引くと、はい、いう効果と、はい、2マナでカード1枚捨てて増殖を行うという。増殖効果もたまに役立つ時あるんですよね。でもほとんど真ん中の効果で使うんですね。はい、なるほどなるほど。はい。まあ大体無限不死が無限不死、だったりループしてドローするという形で使いますし、単純にふわり終わったクリーチャーサクってねドローしてなんか適当に相手のマナクリ倒したりするだけでも十分強いので、確かにサクリ隊としては優秀なカードということになります。はい。次です。はい。墓地利用していくカードですね。はい。まあもちろん定番の、はい、リッチな墓地利用のことは、はい、ちょっと置いといていただいて。置いときまして。はい。置いといていただいて。はい。墓地利用っての中で、この色だからこそ使える、はい、お安くて強いカード。なるほど。ということになります。はい。生と死。生と死。はい。はい。とりあえず生の方はですね。忘れましょうか、一回。説明しますか。生の方はちょっと忘れといて。忘れまして。はい。基本的には死の方を使います。死の方はですね、自分の墓地を対象として、それを場に戻しまして、そのマナコスト分のライフを失うという効果です。再活性の自分の墓地版で、かつにマナです。なるほど、なるほど。ということなので、再活性と比べると、っていう話はあるんですけど、お安いし、十分強いと。で、ゴルガリしか使えないということでご紹介させていただきます。なるほど、なるほど。はい。最後になります。10枚目。はい。最後、どうなんだろう。最後ですね、今まで聞いてきたお気づきのようにですね、ゴルガリはですね、結局、墓地肥やして、墓地使うと。で、相手のクリーチャーとか置物とかバキバキに破壊して、で、最終的に墓地を使って勝つと。なるほど。いう形になっています。で、両方兼ね備えたカード、除去していったのも活用するし、自分の墓地も使うと。最後だけちょっとカジュアルめなカードになるんですね。そうですね。はい。闇の領域の流星。こちらをご紹介させていただきます。これはなんと9マナの呪文と。9マナ呪文出るかな。出るかなみたいな。さっきの選別の儀式からね。そうね。選別の儀式打ってこれ打ったらだから破壊したの全部戻ってくるっていうね。はい。でも2マナ以下だっていうね。で、ソーサリーですと。はい。で、すべての墓地にあるすべてのクリーチャーカードをあなたのコントロール下で戦場に出すという。なるほど、なるほど。すごいですね。除去したやつらをですね、自分の戦力として復活させると。もちろん自分の墓地肥やした分は自分の戦力として出てくると。カジュアルだったらね。カジュアルだったらこれ一発で決まるんですよ。決まります。暴動と同じぐらい強いですよね。そう。枠としては暴動みたいな。そうですよね。そう。はい。ただマナは十分伸びるんで。なるほど。打てる可能性もある。そうですね。そういうビッグマナ使ってどうこうっていう構成になっていれば十分打つことはできる呪文ですので、一応こんなカジュアルなカードもありますよということでご紹介させていただきました。そんな感じでゴルガリのカード10枚紹介させていただきました。はい。これは結構大変でしたね。これはですね、今回はね、ゴルガリ10枚選ぶっていうのはなかなかやはり機能が寄ってるんですね、正直。ゴルガリっていうのは黒を単のカードを流用するかミラ単のカードを流用するみたいっていう話を聞きましたんで、なんかどうやらゴルガリ専属のカードであんまなかったっていう今回選ぶの大変でしたよね。そうですね。はい。そんな感じで選んでみましたんで、いや逆にこれゴルガリだろっていうのを発見してくださった方いらっしゃったらコメントしていただければと思いますんで、はい。あとチャンネル登録お願いしますということで、今回の動画は以上になります。はい。おしまい。